皆さんこんにちは、なつきです。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは創価学会員の男性と結婚した私の体験をお話しします。ラジオみたいな感じで気軽に聞いていただけると嬉しいです。このチャンネルも投稿した動画が20本を超えまして、最初の頃は伝えたいことが湧いてきたんですが、そろそろネタが尽きてきました。だからあのような雑談動画を作ってしまったというところが本音です。今回の動画もお悩み相談です。こんな私にも悩みを打ち明けてくださって嬉しい限りです。ラジオネームいちごミルクさん。初めてコメントをさせていただきます。私には付き合って3年になる彼氏がいます。付き合った当初、学会員であることを打ち明けられました。両親ともに学会員で親は熱心、彼氏は普通くらいでしょうか。私自身、創価学会についてよくわからないというところもあり、当時は問題はないと思ってました。最近将来が出た時に学会の話題になり、初めは入会しなくても大丈夫な感じでしたが、やはり入会してほしいという方向に進んでいきました。入会するからには活動もしてほしい。ネットでは悪い情報しかなかったり、周りに聞いてもやめておいた方がいいと言われるので本当に悩みました。入らない場合、価値観の相違ということで別れるしかないということになり、精神的にとても辛かったです。実際、私が学会に何かされたことはないですし、彼自身や彼の両親もとてもいい方なので、偏見はダメだなと思い、たくさん話し合い、彼と離れたくない気持ちの方が強いし、少し興味はある、やってみてもいいかなという気持ちで入会することを考えています。ただ、今から活動して順応できるのかという部分の不安が大きいです。生半可な気持ちで入会すると、後から後悔するでしょうか。入会するなら結婚時で考えています。意見をいただけると嬉しいです。はい、いちごミルクさんメッセージありがとうございます。最初に言っておきたいことは、入会するのは簡単です。でも入会すると脱会、退会することは困難です。だから後悔する可能性はあると思いますね。もちろん退会することはできます。しかし、紹介者ありきの入会なので、もしいちごミルクさんが辞めたいなら紹介者に伝えて、その紹介者が地区部長さんに伝えて、また支部長に伝わってという流れ。これはちょっと聞いた話なので間違っていたらすみません。つまり会社で言うと上長の決済みたいな感じで押印が必要らしいんです。それでその上長に伝わるたびに説得されます。例えば会社を退職することを考えたら責任者の承認は必要ですよね。ネットで検索すると勝手に本部へ届け出を出しても退会できるようです。書式や文書は自分で作り内容証明で送る。でも本部から連絡が来てまた紹介者まで伝わるので勝手に退会することはできますが、後から聞かれるでしょう。個人的に退会してしまうとご本尊様を返却しないといけないです。でも家族入会、家族の紹介ならこの点は問題ないと思います。はい、ここから本題です。気になるのが、最近将来が出た時に学会の話題になり、初めは入会しなくても大丈夫な感じでしたが、やはり入会してほしいという方向に進んでいきました。入会するからには活動もしてほしい。これは結婚するなら入会してほしいと言っているのでしょうか。入会を結婚の条件に出されたらちょっとストップかなと思いました。彼はいちごミルクさんが好きなのではなく、学会員であるいちごミルクさんがいいと言っているように思えるんです。彼のため、彼に入会してほしいと言われたから、彼と結婚したいから、こういう理由で入会するなら後悔する時が来るような気がしてしまいます。いちごミルクさんの意思は入会する方に傾いているけど、活動に関しては不安がある。活動するなら最初はいろいろびっくりしますが、学会員さんは優しいのでこの点に関しては大丈夫だと思います。ただ入会するのも決めきれないのかなと感じました。入会といってもスポーツクラブに入会するようなレベルではないですからね。それと入会の理由を明確に言える人もあんまりいないのではないかという気もします。目的意識を持っている人。
入会した後、創価の教えに感銘を受けて活動を続けていく中で素晴らしさに気づく。そういう方もいらっしゃると思います。入会するかしないか、選択に迷うときは感情的にならずにロジカルに考えてみましょう。まず入会しないパターンを考えてみますね。入会しないデメリットはもちろん彼と別れることになる。逆にメリットは活動しなくていい、学会員さんに絡まれることはない、学会のことで悩まなくていい、宗教を信仰することに引け目を感じない。学会員さんから怒られるような言い方をしてしまいました。すみません。わかりやすいので。次に入会する場合を考えてみますね。メリットは彼と結婚できる。彼が大事にしている価値観を理解できる。学会活動を通していろんな人と関われる。学会の教えを知ることで救われる。幸せになれるかも。デメリットは学会活動をする必要がある。活動するかどうかは本人次第です。活動の例として言教やお題目を挙げること。彼がするなら強要されると思います。私はそうだったので。お題目参照しないと出かけられないという時もありました。会合に参加したり、選挙のお願いをする。財務といって学会に寄付をする。選挙や財務、会合のことは他の動画で話しているので、詳しく知りたい場合はぜひご覧ください。概要欄にリンクを載せておきます。私がわかる範囲で活動内容を挙げましたが、もちろんすべて行う義務はありません。あとは細かいところで言うと、結婚したら家に仏壇を置かれる、学会関係の本や資料が増える、家に学会員さんが来るとか、また自分の親や友達に言えない隠し事を作ることになる。どうでしょうか？ちょっとまた怒られるかもしれませんが、メリデメを書き出してみました。いちごミルクさんも書き出してみるといいかもしれません。ここで私は折衷案を提案します。折衷案その1、彼と話し合って入会しない、でも別れたくないと伝える。彼からしたら結婚したいと思っている人に自分が大切にしている価値観を分かってほしい。自分や自分の家族も信心することで、この宗教を信仰することで幸せになれた。だから彼女にも幸せになってほしいから、いちごミルクさんのためを持って入会してほしいと言っているのだと思います。彼の気持ちはわかりますが、いちごミルクさんの気持ちはどうなるでしょう。入会する理由が彼に言われたからだと、ずっともやもやした気持ちを抱えながら過ごすことになります。あなたの意思で入会を決めたわけではないからです。仮に喧嘩になったとして信心しても幸せじゃない、入会しなければよかったって思う時が来ると思います。でも実は入会したのは彼のせいじゃない。最終的にあなたが決めたことになります。だから彼と話し合って自分はこう思っていると伝える。別れたくないし入会したくないって。そもそも信心すること、学会活動することは強要するものではないので、誰かに言われたからって無理やり続けると自分が壊れてしまいます。厳しいかな。折衷案その2、入会して未活になる、学会活動はしない。私のようなパターンですね。私は流れで入会してしまって会合に参加したりなんやかんやありましたけど、学会に対して、学会活動に対して、学会員さんに対しても理解できるところもあるけど、できないところもある。今は YouTube で学会のことを発信していますからね。よく考えてみると、そんなことをするとはね、1ミクロも思っていませんでした。いちごミルクさんは真面目に考えすぎているのかなという気もしました。入会したら活動しなきゃいけないって。彼はしてほしいでしょうけど、私がこれまで出会ってきた学会員さん全員がバリバリ活動しているわけではありません。本当にいろんな人がいます。もう一度言いますけど、入会したからといって活動する義務はありません。こちらの動画で夫が学会員であることのメリットを話しましたけど、いろんな年代の方と知り合いになれることは確かです。人とのつながりが増えるのはいいことだと思います。私はそうかも。学会員さんにも嫌悪感があった時は、どれほどいい人でも、うがった見方しかできませんでした。この人変な人だみたいな。でも今はそんな風には思いません。年をとって丸くなったのでしょうか。
それと私は両親にはそうかのことを話しましたけど、兄弟や友人には話していません。信頼しているとかしていないとかではなくて、何もかも話す必要はないと私は思います。シンプルに考えて、入会してしまえば入会してって勧誘はされなくなります。宗教の勧誘を断る理由として聞いた話ですが、他の宗教を信仰しているといえば何も言われなくなります。入会して活動していくうちに、もしかしたらいちごミルクさんが目覚めて、バリバリ活動して何とか部長になる可能性だってあります。これまで彼とたくさん話し合って入会もしていいって思えることはすごいと思います。断固として嫌だと跳ねのけるのではなく、どうにか道を見つけようと努力されていますよね。最後の生半可な気持ちで入会すると後から後悔するでしょうかの質問に一言でお答えすると、簡単に退会できないから後悔する。でも未活という選択肢もある。彼の言う通り入会して活動する未来を考えてみましょう。入会してまでも彼と一緒にいることが、いちごミルクさんにとっての幸せなら入会はありだと思います。自分が入信したいかどうか自分の意思で決めてください。彼氏の幸せを考えると入会になりますが、彼氏ありきではなく、いちごミルクさんの幸せに貪欲になってください。何かの動画で話したような気がしますが、幸せの基準は人それぞれです。自分の選択によって幸せになれる未来が想像できますか？今回のお話に限ったことではないのですが、例えば A と B の2つの道があって、どちらに進もうか迷っている。それで A の道を選んでも、選ばなかった B の道の先を想像して、やっぱり B を選べばよかったって思う時は来ると思います。どちらの道を選んだとしても、もしこっちの道を選んでいたら、その道を選ばなかったことを悔やむんです。だからよく聞く話なんですが、選択肢のどちらが正解ではなくて、選んだ道を正解にしていく。選んだ道でどうしていくかが大切だと思います。過去に戻ることはできませんからね。はい、ということで何か参考になるところがあれば嬉しいです。正直に言うとですね、人生の転機に関わるようなことを相談してくださって、私もどう答えていいかわからず、いちごミルクさんのね、人生を左右するような決断はできません。あくまで私の考え、一つのアドバイスとして話しました。責任は持てないのでね、ご自身で考えて決めてほしいです。コメント欄で学会員さん側からの意見も聞けると思いますので、ぜひ覗いてみてください。皆さんのご意見もぜひコメントで伝えていただけると嬉しいです。本当にありがたいことにね、どこの馬の骨かもわからない人に相談してくださる、頼ってくださることは嬉しいです。でも自分の経験で得たこと、考えたことしか言えないので、いろんな視点からの意見はとても参考になります。なるほどそうかって。皆さんいつもコメントをしていただきありがとうございます。コメント欄を開放してすぐの頃は変なコメントがたくさん来ましたけど、最近は落ち着いてきましたのでコメント欄もね、平和になってきたように思います。今回の動画はこれで終わります。高評価やコメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のお話がきっかけで90年代にやってた If もしもというテレビ番組を思い出しました。もしもこっちを選んでいたら